私の住んでいるオーストラリアは自然に恵まれた国のためか、昔から自然療法やアロマテラピーが盛んで、生活の中に自然をうまく取り入れています。それに影響されて、自分もなるべく自然なものを使いたくなり、化粧水や石鹸など、今は自分で作れるものは手作りするようになりました。今回は自宅で簡単にできるオートミールのスキンケアのレシピを紹介したいと思います。オートミールはお肌の余計な油分を吸収し、含まれているサポニンがお肌を優しく洗浄するので、吹き出物や炎症を抑える効果もあるようです。お肌に使うと潤いの層が肌の水分を包み込んでくれるので、一度ですぐにその効果を実感できるのも嬉しいです。そして汗をたくさんかく夏にも、肌が乾燥する冬にも一年中通して使えます。オートミールバスの作り方は簡単です。大きめの耐熱容器に1カップ分のオートミールを入れてください。それに3カップ分の熱いお湯を足します。そして10分くらい放置しておきます。時間が経ったらこし器などでオートミールを取り除きます。そしてオートミールの養分が出たこの液をお風呂に使います。このお風呂のお湯は本当に柔らかくて、お風呂上がりに肌のしっとり感を実感できると思います。次はオートミールを使ったボディスクラブを紹介します。ボディスクラブの作り方は本当にとっても簡単で、フードプロセッサーにかけて少し粉砕したオートミールとブラウンシュガーを1対1の割合で混ぜるだけです。よく混ぜ合わせたら蓋付きの瓶に入れておくと、使いたい時にすぐ使えるのでいいと思います。必要な分を手に取って水で湿らせてから使ってください。オートミールが古い角質を取り除いてくれるので、このスクラブを使うと肌が明るくなります。かさつきやすい肘やかかとに使うのもおすすめです。今度は2種類のフェイスパックのレシピを紹介したいと思います。このレシピは作りやすい2回分のレシピです。まず大さじ6杯分のオートミールを小鍋の中に入れます。そして1カップ分の水を入れます。オートミールが柔らかくなるまで丁寧に煮てあげてください。しっかり火が通ったら蓋をしたまま冷めるまで待ちます。出来上がったオートミールを2つに分けて、夏用と冬用のマスクの作り方を紹介しますね。まず夏用です。夏用はさっぱりと大さじ1杯ヨーグルトを加えます。そしてよく混ぜ合わせてからフェイスパックとして使います。冬バージョンのフェイスパックには保湿力の高いマカデミアナッツオイルを大さじ1加えます。そして同様によく混ぜ合わせます。フェイスパックの使い方は顔やデコルテ部分にたっぷりとまんべんなく塗るだけです。そしてそのまま20分ほど放置して水でよく洗うだけです。正直このベタベタなパックを顔に塗るのはかなり気持ちが悪いのですが、洗い終わった後の肌のもちもち感は本当にすごいので、かなりおすすめです。次のレシピはオートミールと蜂蜜の石鹸です。一度手作り石鹸を使うと、そのしっとり感の良さからもう市販の石鹸に戻れなくなり、私は6年前から石鹸を作り続けています。石鹸作りは工程は少し多いですが、作り方自体はそんなに難しくないです。
ただそれぞれのオイルがアルカリに反応する割合が違うので、初心者の方は他のオイルで代用したりせず、レシピのままで作ってくださいね。まず石鹸作りは材料を正確に測る必要があるので、電子ばかりがいります。それから生地の温度を測る温度計、ウィスクとゴムベラ、ハンドブレンダー、そして劇薬に指定されるカセイソーダを使うので、手荒れしないように手袋、目に入ると大変なので保護用のゴーグルを使います。私はいつも牛乳パックを石鹸の型にしています。牛乳パックは破くことができるので石鹸を取り出しやすいからです。このようにカットして蓋の部分を残します。端をホチキスとテープで留めて固定します。液体が漏れないようにすべての隙間をテープで留めます。これで蓋付きの容器ができました。では材料を用意しましょう。私は石鹸作りを日常的にするので、カセイソーダ以外の材料はすべてスーパーマーケットで手に入るものを選んでレシピに使っています。材料はサンフラワーオイル 60g、ラード 130g、オリーブオイル 260g、ココナッツオイル 100g、カセイソーダ 73g、水 192g、それからフードプロセッサーで軽く粉砕しておいたオートミール大さじ1、蜂蜜大さじ1、最後にトッピング用のオートミール少々です。それでは保護用の手袋とゴーグルを装着し、早速石鹸を作ってみましょう。はじめに水にカセイソーダを加えますが、この時に刺激臭のガスが出るので、通気のいいところや屋外ですることをお勧めします。カセイソーダはアルミなどの金属を腐食させたり、クロムメッキをダメにしてしまうことがあるので、陶器のボウルを使っています。カセイソーダを加えたら完全に溶けるまでよく混ぜます。この時、水溶液の温度が80度ぐらいまで上がるので気をつけてください。別の大きなボウルに電子ばかりを使ってオイル類を量り入れていきます。液体状のサンフラワーオイル、オリーブオイルを先に入れました。固形状になっているラードやココナッツオイルは湯煎して溶かしてから量り入れ、今度はオイル全体を湯煎して約40度にします。カセイソーダ水溶液も40度ぐらいの温度に冷まします。両方が同じぐらいの温度になったところで、カセイソーダ水溶液をオイルの方に加えます。そしてウィスクでよく混ぜます。オリーブオイルがメインの石鹸はトレースと呼ばれるとろみがつくまで時間がかかるので、ハンドブレンダーを使います。ブレンダーにかけると気泡が生地に入るので、たまにストップして泡を追い出すように手で混ぜます。ブレンドしている間に温度が下がらないように気をつけ、必要でしたらまた湯煎してください。香り付けしたい場合は、少しとろみが出てきた時点でエッセンシャルオイルを100滴ほど加えますが、私は大量にエッセンシャルオイルを使うのが嫌なので、最近はずっと入れていません。とろみが出てきたらウィスクに持ち替えて丁寧に混ぜて気泡を追い出します。今回は少しデザインを作りたかったので、生地の約3分の1の量を人肌に温めておいた別のボウルに取っておき、プレーンなままにしました。
残りの3分の2の方に蜂蜜大さじ1とオートミール大さじ1を加えてよく混ぜ合わせます。生地がよく混ざったら先に作った牛乳パックの型に流し入れます。ケーキの要領で表面をならし、トントンと台の上に落として表面を整えます。その上から先に取っておいたプレーンの生地を優しく入れていきます。そして表面を丁寧に整えます。スプーンやフォークを使って表面にデザインすると素敵ですが、私のお気に入りは小さめのウィスクで表面に模様をつけることです。ホイップを絞ったような模様ができるので可愛いと思います。最後はトッピング用のオートミールをパラパラ振りかけてデザインの完成です。石鹸生地から湯気が出るので、それを吸い取るためにキッチンペーパーをかけてテープで固定します。それから蓋を閉めテープで3箇所固定します。温度を保てるように保温袋の中に入れて、そのまま1日から2日待ちます。気温が上がりすぎると生地が吹きこぼれる恐れがあるので、室温が30度以上になるところは避けてください。石鹸が固まりましたので、牛乳パックの型から取り出します。この時もまだアルカリ分が強いので手袋をしてください。蜂蜜を入れた部分が優しいブラウンになるので、可愛い2色の石鹸ができました。取り出したばかりの石鹸はケーキみたいですよね。これから好きな大きさに石鹸をカットしていきます。私は専用のワイヤーカッターを使っていますが、包丁でも切れます。カットし終わった石鹸は風通しのいいところで1ヶ月熟成させてください。熟成が終わったら使えます。この石鹸は洗い心地が本当にマイルドで肌に優しい石鹸です。可愛くラッピングすれば素敵なプレゼントにもなると思います。最後のレシピはジブリ飯魔女の宅急便からおそのさんのミルクがゆです。キキが風邪をひいた時におそのさんが作ってくれたあったかいおかゆですね。オートミールは食物繊維をたくさん含んでいるので、腸内環境を整えるのに優れた食材です。腸内環境が良くなると肌のくすみや肌荒れなどのトラブルも改善されるので、体の内側からスキンケアできます。では早速作ってみましょう。2分の1カップのオートミールと1カップの水を鍋に入れてゆっくり煮ます。5分ほどで柔らかくなってくるので、その後2分の1カップの牛乳を足してさらに丁寧に煮ていきます。今回は蜂蜜とシナモンでシンプルに味付けし、コクを出すためにバターを少し入れました。初めのうちは水分が多いですが、ゆっくりコトコト煮ていくとまろやかでクリーミーなミルクがゆになります。トッピングはアレンジしてシナモンをさらに追加してバナナチップスも乗せてみました。今回ご紹介したレシピはどれもおすすめなので、よかったら皆さん試してみてください。